今回は、あまりにも弱すぎてコラかと見間違うレベルで、公式からも見放されているのでは、と思えるクラスのカードたちを、各文明から3枚、独断と偏見で紹介していきたいと思います。弱いの定義にも色々あって、単体では弱いコンボパーツカードや、完全に上位互換がいて、わざわざ使う理由がないカード、デメリット効果がカードパワーと釣り合っていないカード、コストと能力が見合っていないカードなど、様々あります。これから紹介するのは、特に後者のデメリット、コスパの面で、今後使われる未来が見えてこないくらいかわいそうなカードたちです。火、水、自然、闇、光の順25戦、見てきましょう。6コストでパワー5000、メルトウォリアーのバニラです。数あるバニラの中でも特にコスパの悪さが目立つ1枚です。基本的にデュエルマスターズのカードでは6マナ以上のカードは、コストの面から優位になる法則というものがあり、多くのカードがダブルブレイカーと、パワー7000以上の能力を持っているのですが、このカードはダブルブレイカーどころかパワーも標準以下です。バニラをサポートするカードが出てきた現環境でもコストの高さ、パワーの低さから今後も脚光を浴びることはほぼないでしょう。7コストのドラゴノイドで、パワー4000しかないこのカード、パワーの低さと引き換えに得た能力はタップ効果で、各プレイヤーが、マナゾーンから1枚カードを墓地に置く、という繰り返しループして使えるランデス系の能力を持っています。7マナを消費してまで出して、能力を使えるのは次のターン、という召喚酔いの時差もさることながら、パワーが4000しかないので、1回使っただけですぐに殴り返されてしまいます。しかもお互いに自分自身で墓地に送るカードを選ぶため、墓地からの蘇生や回収が容易な現環境では、むしろご褒美になりかねない効果です。上位互換や、もっと使いやすいカードも多数あり、能力で言えばドリルスコールなどが代表的です。1コストということで序盤の立ち上がりを制限できるだけでなく、天来王騎序盤20世といった回収カードで疑似ループさせる、1コストデッキ等があるくらいです。絵は好きなんですけどね。4文明で最弱のカードと言っても過言ではないかもしれません。4コストの鼓動カードで、4枚の封印がなくなった時に、禁断のドキンダムに裏返すことのできる能力を持っています。そしてこのカードはゲーム開始時の5枚に含める、という効果を持っており、何を隠そう出すためには、マナを支払う必要があるのです。しかも初手の1枚がこのカードで固定されているので、実質初手は4枚からスタートと言っても差し支えないでしょう。この時点で封印解放までのスピードが他の封印カードと比べて、かなり遅くなってしまうのが難点の一つです。さらに、頑張って封印を剥がし、裏返しにできたとして、出てくる禁断のドキンダム、これがまた労力に全然見合ってないのです。相手のパワー6666以下のクリーチャーを1体破壊するだけで、このカードが場を離れる時に自分のシールドを、1枚道連れしていくおまけ付き、しかも相手が選んで墓地に置くためシールドトリガーも発動しません。何がしたくて出てきたんだ。このカードはと憤慨すること間違いなしです。2コストの呪文で、相手のシールドを3枚まで確認できます。それだけです。DM2 で登場した当時は、シールドトリガーを踏んだら負け、ぐらいの気概で作成された1枚なのではないかと公式を疑いたくなる1枚です。完全上位互換にリキッドスコープというカードがある上に、現環境ではそもそもシールドトリガーをいちいち確認してから、殴るといった行動はしません。確認時に、相手に見せる必要がないので、ニヤニヤしながら、うわ、ほほう、なるほどね、と言いながら心理的に優位に立つことができる点では使い道があるかもしれません。言わずと知れた水文明最弱の6コストカードではないでしょうか。パワー4000で、相手を攻撃するときにブロックされなかった場合、相手のシールドを1枚選んで表向きにできる効果を持っています。6コストでありながらダブルブレイカーも持っておらず、そもそも場に出たところで能力を発動できるかどうかさえ怪しいレベルです。またマインドサーチと違い、表向きにしてプレイを続行するため、相手は何のカードが縦落ちしているかを確認できてしまうので、もはや相手のためになっている場合もあります。ちなみに上位互換ではキャントリップ効果まで持っているラスベルーキブがいるので、アクアマスターの出番は、未来永劫ないんじゃないでしょうか。絵は中二心をくすぐる良さなのに。DM24 で登場した2コスト、パワー1000のクリーチャー。
文明と種族だけ聞くと普通なこのカードだが、持っている能力の発動条件がとにかくきつく、その上得られるメリットが完全に使ったコストに見合っていないことから、由緒正しき雑魚カードの名前を欲しいままにしている1枚です。タップ能力で、このカードと自分のマナゾーンのカードを、8枚タップして使える能力で、水文明以外の文明を選び、山札の上から2枚を見る。選んだ文明のカードを手札に加えることができるのですが、まず8コストも余計に必要で、このカードを出してから使えるようになるまで、そして使えるようになった時点で、そもそもこの効果が必要となるシーンが思い浮かばないのです。また、手札に加えられるかどうかも運任せという弱さ。公式のガイドブックにでさえ割に合わない能力と書かれています。5マナ7000のダブルブレイカーを持つアースドラゴンです。パワーアタッカープラス4000も持っていて、当時のパワー環境ではかなり上位にいたこのカードですが、デメリットがいかんせん重すぎて、今回選出される結果となりました。自分のターンの初めに、マナゾーンがアンタップできない、という能力があるせいで、このカードを出した次のターンから、ほぼ毎回使えるマナがなくなってしまうという状況に陥ってしまいます。もはや相手に対するハンデという形で、採用するしか使い道がないのではないかと思うほどです。GM9 で登場した8コストの大型ジャイアントです。トリプルブレイカーとパワー1万3000という自然文明にありがちなスタッツですが、デメリット効果が非常に重い1枚です。バトルゾーンに出た時に、相手は手札からクリーチャーを2枚タダで出せるこの効果は、もはや相手に塩を送るレベルを越していると言えるでしょう。単純な強カードから、ゴッド、コンボカード、除去カードなど、あらゆる負け筋を作る可能性を増やすことができてしまいます。よほどのド M か、ファンデッキでさえも採用をためらってしまいそうなカードで、一応対策としてハンデスを決めて相手の手札をゼロにしてから出す、という活用方法がありますが、そもそも他に上位互換のカードが、たくさんあるのでこのカードが入る枠が空くことは今後もないと言えるでしょう。GM6 で登場した自然文明のインビンシブル呪文です。コスト13という重さで、バトルゾーンにある自分のクリーチャー、すべてにパワープラス8000とトリプルブレイカーを与えるという納金カード。正直13マナも払えるようになっている時点で対外シールドは、あらかた削れているし、ワンショット系のデッキだったとしても、得られる縦破壊枚数が3枚という貧弱さという点で、コストが能力に見合ってないという点から選出されてしまいました。破壊耐性が付与できていたりすればまだ使い道は、あったかもしれないが、単純なバンプアップのみで、採用シーンはほぼファンデッキの中でのみとなっている。ツインパクトでしびれ足だけと併用できるようになってからは、しびれ足だけメインの使い方で一応は使用されているものの、呪文として使われることは滅多にない1枚です。近場のカードショップでこのインビンシブルパワーを使いながら、中山きんに君のパワーネタを披露して対戦相手だけでなく、周りさえも爆笑の渦に巻き込んでいた丸学生を思い出します。7マナ3000のグランドデビルで、B ソウルを持つ、稀有なこのカードの持つ能力が、コストの重さに、全然見合っていない弱さということで今回選出されてしまいました。破壊された時に相手のクリーチャーのパワーをマイナス4000する、という効果を持っているのですが、頑張って7コストで出した割に、除去能力が低すぎる点、完全な上位互換が存在する件、相手に依存しすぎているといった面で、割に合わない1枚です。せめてシールドトリガー銃であったり、コストが軽ければと多くの人が採用を見送った1枚ではないでしょうか。6マナの呪文で、相手のファイヤーバードを全て破壊する。ファイヤーバードに深い恨みを持った人が、作ったであろうネタ呪文カードです。効果が限定的すぎて、ファイヤーバードまたは、ドラゴン中心の非文明デッキとかでもない限り使う機会が、全くと言って良いほどない上に、そもそもファイヤーバード自体が、そこまでパワーが高い種族ではないので、より効率の良い全体除去カードが多くある現環境で、採用されることはないでしょう。とはいえ友達同士、デッキの内容をある程度把握している仲だった場合には、絶大なメタカードとして一縷の望みがあるかもしれません。代償として友達に嫌われるといったデメリットもおまけでついてきてしまいますが、それにしてもこのカードの作者はよっぽどコッコルピアをはじめ、複数のファイヤーバードにいじめられた過去を持っていて、種族レベルで絶滅させたかったのかなと思いを馳せてしまいます。映画の前売り特典で登場した5コストのゴッド、オリジンです。
墓地にあるゴッドの枚数だけパワーが上がる効果と、リンク時にアタックトリガーで相手のクリーチャーのパワーを下げて、疑似除去できる能力を持っていますが、テキストの最後に書かれているデメリット効果が大きすぎることから、ランクインいたしました。カード名に神帝スバと書いてあるカードが、バトルゾーンを離れた時、自分はゲームに負けるという強制効果を持っており、肝心のこのカードは破壊耐性を全く持っていません。リンク中はリンク先を破壊すれば生き延びることが可能ですが、バウンスやマナゾーン送りなど、低コストで簡単に、相手クリーチャーを除去する方法が豊富な現環境では、出すだけで常に負けと隣り合わせのスリリングな気持ちで、遊べること間違いなしの1枚です。CM28 で登場した2コストのシールドトリガー呪文です。スクラッパー系呪文の元祖であった地獄万力のような、自分の場のクリーチャーのパワーに依存したカードです。デメリットは特にないものの、その分使い道もほとんどないことから、選出に至りました。低コストで相手のクリーチャーを複数タップ、できると言われれば聞こえは良いのですが、そもそも自分の場に相手のクリーチャーのパワーを上回るカードが、ないと意味がありません。しかも仮に条件が満たせていたとしても、タップした相手クリーチャーを攻撃するための、こちらのクリーチャーも一緒にタップしなければいけないため、かなり採用シーンが限られてしまうのも使いづらさの一つです。しかも、自分のカードをタップしたいだけなら自然の1コスト呪文、どんどん打つべしなうなどがあり、余計に採用枠がなくなっているのが現状です。6コストでパワー3000、墓地の光カード1枚につきパワーが1000追加される、効果を持っているメカデルソルです。破壊耐性や、特殊能力を持っているわけでもなく、パワーが上がるにつれて得られる縦破壊枚数の追加などもない、もはやバニラと言っても過言ではなく、ただコストが重いだけの1枚です。しかも、仮に墓地に光のカードが1枚もなければ、冒頭で紹介したあの最弱バニラカード、メテオレイジリザードさえも下回るスペックの低さから、光文明最弱のクリーチャーと言っても過言ではないです。無駄にレアカードであったことから、地味に捨てられない、無限にできなくて困った子供たちが多くいたのではないでしょうか。CM4 で登場した8コストのエンジェルコマンドで、パワー6000とダブルブレイカーを持つ、当時で言えば標準的な部類に入っていた1枚だが、場に出た時の効果の使いどころが全然なく、ただコストが重いだけの1枚であったことから、今回の雑魚カード群に抜擢されてしまいました。このカードが場に出た時、自分のマナゾーンにあるタップされていない光のカード1枚につき、相手のクリーチャーを選んでタップできるという効果を持っているのですが、そもそも8マナ使って出した時点でマナは大概残っていません。仮に残っていたとしても、1、2枚が限度でしょう。相手のクリーチャーをタップしたいだけなら、他にいくらでも方法はありますし、わざわざこのカードを採用してまでやりたいコンボも特にありません。いかがでしたでしょうか？今回は各文明から3種類という縛りで選出したため、他にもコラレベルで弱いカードや、使う意味が見つけられないカードなど、たくさんあるかと思います。やはり昔の、コストと能力のバランスがまだ不安定だった時代に、試験的に出されたカードたちの多くがこういった不遇な状況に陥っています。中にはコラカードとして公式に愛され、リメイクカードとして再登場しているカードもありますが、大多数のカードたちは年々その存在を忘れられていっているのではないでしょうか。今回の選出以外で、こんなカードもあるよ、あのカードがないのは納得がいかない、そんな方はぜひコメント欄で教えてください。今後も新しい弾が出るにつれて新たなコラレベルの弱いカードたちが登場したり、ひょんなことから実戦レベルにまで使えるところまで強化されたりと、何が起こるかわかりません。公式からの新カードの発表が楽しみでなりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。